こんにちは、斉藤直樹です。今回は、こうすりゃうまく描ける男性キャラ、女性キャラを描くときには、ここを意識しましょうということで、僕よくですね、可愛い女の子を描くことが多いんですが、たまに動画で男の子のキャラクターも描くことがあるんですよ。あまり頻繁に描くことはないので、ほんとたまに描くっていう感じなんですが、でもね、結構褒めていただけるので、今回はですね、男性キャラを描くときに意識していること、そして女性キャラを描くときに意識していること、この2つの違いを解説していこうと思います。それと今回は、サムスンさんより、なんと、はい、こちらですね。9月19日に発売されたばかりの新製品、サムスンギャラクシータブ S11 ウルトラをご提供いただいておりますので、こちらのタブレットデバイスを使ってお絵描きしていこうと思います。描き心地についてもね、解説していきますよ。この動画を見ていただければ、男性キャラ、女性キャラを描くときの注意するポイントを知っていただけて、ぐぐっと画力を引き上げるためのヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。男性キャラを描くときに考えること。はい。最初は早速、男性キャラ、描いていこうと思います。で、早速描いていくんですが、僕男性キャラを描くときには特に資料がないと描けないので、資料を見ながら描いていきたいです。で、ここで使えるのが、サムスンノーツっていうアプリ。これ標準的にギャラクシータブに搭載されているアプリなんですが、こんな感じでですね、画面をドラッグ&ドロップで貼り付けたりもできますし、あとは上からこんな風にね、ペンで絵を描いたり、メモを描いたりすることができるアプリなんですね。はい。僕はですね、髪が短いですが、今回描いていく男の子は、髪が長いタイプの男の子を描いていこうと思いますので、ちょっとニュアンスだけでもね、髪の毛を足しておきます。はい。ちょっとした機能ですが、これ結構便利ですよね。はい。もう一枚写真を撮りましたが、こっちは女の子を描くとき用の資料です。こっちにも髪の毛描き足しておきましょうか。あとは T シャツをね、着ている写真なんですが、女の子の絵はね、フード付きの服にしようかなって思っているので、こんな風に写真の上からね、フードの当たりを撮ってみても、後で絵が描きやすいですよね。資料の段階から漢字をつかむことができます。あとね、これ全然関係ないんですけど、これめっちゃいいです。手書き入力のヘルプ機能。こうやって文字書くじゃないですか。すると、ほら、自動で手書き文字を揃えてくれるんですよ。はい。メモってね、結構汚くなっちゃうので、これ地味に嬉しいですよね。で、絵を描きながら資料をどうやって表示しておくかなんですが、こんな風に画面を分割して、資料を右側、お絵描きアプリを左側っていう感じで、2つのアプリを分割して同時に表示させておくことができます。ほらほら、こんな感じ。画面がね、ワイドなので、片側に資料を表示しておいても、メインのアプリのスペースが広々と使えるのがいいですよね。顔の立体を考えて描く。はい。こんな感じでね、サクサク描いていきます。今回はクリップスタジオペイントを使いながらお絵描きをしています。クリスタは端末にプリロードされているということなので、今回ダウンロードすることなく、いきなり使い始められたので、お絵描きをする人にとっては、使い始めからスムーズにイラストが描けていい感じです。ちなみにクリップスタジオペイントは6ヶ月間の無料体験に加えて初回サブスクリプションが 20% オフになります。さて、ここで最初のポイントなんですが、男性のイラストを描くときには特に当たりの段階で立体を強く意識するとうまく描けます。はい。色分けするとこんな感じ。実際にはね、色分けしながら描いたわけじゃありませんが、こういう立体を想像しながら、ここは上を向いている面、ここは下を向いている面、ほっぺたはここで面が切り替わっている。なんていう感じで、頭の中でね、面を想像しながら当たりを取っていくと、男性の顔は描きやすいです。特に鼻周りの立体は強く意識します。女の子のイラストを描くときには、僕はあんまりね、鼻を強調しないですが、男性を描くときには、鼻をしっかりと描き入れます。そのため、鼻の立体がどうなっているのか、この時点でしっかりと把握しておくと、イラストの仕上がりがとても良くなると思います。目は小さめに描く。さあ、だいたい大まかな形が描けたので、今描いた当たりを透かして本番を描いていきましょうか。以前動画でもお伝えしましたが、いきなり清書を始めずに、今やったように全体の大雑把な下書きをして、それを透かしながらね、描くことで、絵はめちゃめちゃうまく描けます。私絵が下手なんですっていう人って、だいたい下書きをしないで、いきなりね、清書を始める人なので、そういう人はね、この工程を挟むだけで、めちゃめちゃ絵がうまくなりますから、絶対にね、これをやってください。で、ここで大事なポイント2つ目。男性キャラを描くときには、女性キャラを描くときよりも目は小さめに描きましょう。
よくですね、アニメキャラって目大きいよねって、そういう思い込みから、男性であってもね、目を大きめに、クリックリに描く人いるんですが、キャラによってはもちろんそれが馴染むキャラもいるんですが、かっこいいキャラだったり、大人っぽい雰囲気のキャラクターで、大きめのクリックリ目を描いちゃうと、結構ね、それだけで違和感に繋がっちゃうので注意です。はい。試しに目、でかくしてみますが、ほら。ね？めっちゃ違和感あるでしょ？これ冗談みたいに見えますけど、結構こうなっている人意外に多いです。デフォルメキャラだからとアニメっぽい絵柄をあまり意識せずに、目はね、思ったよりも小さめに描いてみてください。影で雰囲気をコントロールしよう。はい。ちょっとこれはね、僕の癖の話なんですけど、僕が男の子のイラストを描くときに意識している点としては、世の中に不満を持っている感じを意識しますね。はい。これなんでなんだろう。女の子はね、元気いっぱい、わーい楽しいみたいなイラストを描くのが好きなんですが、なんかね、男の子を描くときには、他人をこう見下しているような感じだったり、威圧していたり、何もかもに絶望しているみたいな、なんかそういう表情を描くのが好きなんですよね。多分僕自身そういう影のあるミステリアスな感じが全くないので、逆にね、めちゃくちゃそういう男性に憧れているみたいなところがあるような気がします。はい。ないものねだりですね。はい。そしてここからは影付けのフェーズなんですが、影って雰囲気を表現できる部分なので、濃いめの影を目元に落としてあげたり、奥の目を暗めにしてあげたり、影をしっかりと描くことで、絵の雰囲気をコントロールすることができちゃいます。絵をね、描き始めたばかりの人は、色を塗るのがまだ難しい、線画だけで終わっちゃうっていう人も多いと思うんですが、そんな時にはこんな風に、影だけでもちょこちょこっと足してあげると、ただの線では伝わらない、雰囲気までを見ている人に伝えることができますので、ぜひね、もう一手間、影をね、シャ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 ーっと書き込んでみてください。きっとそれだけでクオリティが爆上がりしちゃいますよ。といったところで男の子のイラスト完成です。いかがでしょう？立体を強く意識しつつ目を小さめに描いて、そしてもう君にはうんざりだよとかってね、ちょっとこうやさぐれてそうな目、影付けをねすることによって、ちょっとねこう世の中に不満を持っている感じの猫耳男性のイラストを描くことができました。この目ゾクゾクするでしょう。サムスンギャラクシータブ S11 ウルトラを使ってみて、ペンの書き心地がいい。さて、次は女の子を描く前に、サムスンギャラクシータブ S11 ウルトラの使い心地についても触れていきたいと思います。男性イラストを描いてみて率直に思ったのは、やはりね、ペンの書き心地の良さですね。特にですね、ペンの形状がすごくしっくりきました。というのも、この新しい S ペン、持ち手の形状が六角形でカクカクしていてですね、かなり指にフィットしてグリップしやすいんですよ。そのおかげで、すごくね、こう、線が安定する感じがしますね。あとですね、すごく細かいこと言うんですが、ペン先の傾斜がいいです。ここがですね、こう、急角度になっていると、書いている時にペン先がちょっとこう、見づらくて、地味にね、書きづらかったりするんですが、この S ペンはですね、先っぽの傾斜が滑らかになっていますので、ペン先が見やすくて、絵がね、描きやすいですね。囲って検索が便利。あとですね、これめっちゃ便利だなって思った機能があります。それがこの、囲って検索。このボタンを長押しして、写真とかに写っている、これなーにっていう画像を囲うことで、それが一体何なのか教えてくれるっていう機能です。例えば、僕ね、道を歩いていて、うわ、何この花、綺麗だなって思うことがあるんですが、花ってですね、なかなか名前わからなかったりするじゃないですか。で、調べようにもどうやって調べればいいのかわからない。そんな時、この囲って検索超便利。まずは写真を撮って、で、画面を長押しして、囲って検索を起動。はい。そうすると、ほら、花の名前を一発で教えてくれました。これでね、資料が探しやすくなりますよね。はい。これね、ちょっと面白いので、他も検索してみましょうか。はい。試しにね、うちの犬撮ってみます。おい、そこの犬くん。君はなんていう種類なんだい？写真を撮って、囲って検索。ああ、君は、ミニチュアシュナウザーっていうのか。うん。知ってたよ。いやー、かわいいね、ノアちゃん。あ、うちの犬はね、ノアって言います。はい。よろしくお願いします。はい。ちなみにね、本人はノアじゃなくて、ノアちゃんまでが名前だと思ってます。かわいい？はい。あとですね、最後にこの人も検索してみましょうか。はい。出てくるんでしょうか。囲って検索と。おう、斉藤直樹、出てきました。よかった。出てこなかったらどうしようかと思いました。はい、こんな感じでね、囲って検索超便利なので、資料探しがはかどること間違いなしです。スリムなベゼル。
あとですね、これ映像を見ていて気づいた人もいると思うんですが、画面のベゼルの狭さがいいですね。このベゼルの部分、ここが 5.2 ミリということなので、かなりね、画面が大きく感じるんですよね。携帯性を損なわずに、そして Galaxy Tab S11 Ultra で、それぞれ14インチ、16インチの大画面を実現しているのはすごいと思いました。意外とね、デバイスが大きくても、ベゼルがちょっと広くて、思ったよりも絵を描くスペースがちっちゃかったとかなっちゃったら、ちょっとね、残念に思うじゃないですか。サムスン Galaxy S11 Ultra は、かなり画面が広く感じるので、広々としたお絵描き空間が欲しいという人にとってはすごくいいと思いました。ちなみにモニターを持っている人は、パソコンを外部モニターとして使える DX モードを使うと、さらに画面が広々と使えていい感じです。女性キャラを描くときに考えること。目、鼻、口は記号として描く。さて、次は女の子を描くときのコツについてお伝えしていきます。画面分割をして資料を表示しながら描いていきますが、今回はですね、さっきと違って縦画面にして描いてみました。今回描いていく絵は少し縦長の絵ですから、端末をね、縦にして描くことで全体を見渡しながら大きく表示して描くことができますね。はい。その上資料を上に表示しても全然広々とお絵描き画面を使えますから、このワイド画面は本当にね、素晴らしいと思います。さて、女の子を描くときの一つ目のコツは、男性と打って変わって、特にね、顔を描くときには、あまり立体を意識しすぎずに記号として描くっていうことです。男性はね、さっきこんな風に立体として顔を捉えましたが、女性の場合はですね、あんまり立体は意識しなくてもいいです。むしろ、目、鼻、口を記号みたいに捉えてですね、この辺に目を置いたら可愛くなるかな、いや、この辺かな、もうちょっと下かな、みたいな感じで、福笑いみたいに捉えて描くと結構ね、うまくいきます。立体として捉えても全然ダメではないんですが、意外とですね、慣れてないうちは、それをやっちゃうと、顔がね、ちょっとこう、濃すぎる感じになっちゃうことが多いので、女性キャラの場合には、そこまで立体を考えない方がむしろうまくいくかなと思います。上まつげを濃いめに太く描く。それと男性と違うところは、やっぱりね、目でしょうか。目がね、男性よりも大きめに描くっていうのはその通りなんですが、意外と目を大きめに描くというよりも、上まつげの太さを意識した方がいいと思います。というか、逆に目はあんまり大きめに描こうとはしない方がいいと思いますね。というのも、アニメキャラだからといって目をあんまり大きめに描くと、結構ですね、古めかしい印象になることがあるんです。はい。どういうことなのか。ほら、ね？この感じですよ、この感じ。それを狙って、あえて目を大きめにするのはありなんですが、そうじゃない場合には、目はそこまで大きくせずに、上まつげだけを濃く太く、はっきりと描く。こうすることによって、目はね、そんなに大きくはないんだけど、でも印象として目が大きく見えるという絶妙なバランスを保つことができるので、女性キャラを描くときには、目を大きくではなく、ここポイント、上まつげの太さ。ここをね、ぜひ意識してみてくださいね。可愛くなると信じる。さあ、ここからは男性の時と同じく影を描き込んでいって仕上げていこうと思うんですが、これですね、冗談みたいに聞こえるかもしれませんが、最後のコツ言います。今描いているイラスト、絶対に可愛くなる。そう信じてあげてください。もう何が何でも、この子は可愛くなる。いや、俺が可愛くしてみせる。ってね、そう信じてあげるんです。誰が何と言おうと、あなただけは今描いているイラストの女の子を最後まで信じてあげてください。いや、これね、結構大事で、絵を描いていると途中でうまくいかないとき、こう思っちゃうことがあるんです。なんかうまくいかないな。もうこれ、最初から描き始めの段階で失敗しちゃってたんじゃないのかな。今から頑張って描いても、もうこれ可愛くならないっしょ。よし！最初から描き直そう。って、それ完全に間違ってますよ。僕ですね、動画の企画でよく絵の添削を頼まれることがあるんですが、すんごい頻繁に思うことがあります。この絵、あと10分顔を描いたらものすごく可愛くなってたのに。目をもうちょっと描くだけでもっと魅力的になってたのに。そうなんです。描いてる途中に、可愛くならないって思ってても、意外ともうちょっとだけ粘っていたら、全然可愛くなっちゃうこと、よくあります。今描いているそのイラストを可愛くできるのはあなただけなんです。他の誰もその女の子を可愛くしてくれる人なんていないんです。その子にはあなただけなんです。ぜひね、この子は絶対俺が可愛くしてやる。最後まで信じて手を入れてあげてください。実はそれが絵のクオリティをぐぐっ
ぐぐっと引き上げる一番のコツだったりします。といったところで、女の子のイラスト完成です。今回のイラストは、男の子、女の子、どっちも猫耳ということで、猫耳兄弟のね、イラストを描いてみました。いかがだったでしょうか？男性と女性のイラストを描くときのコツ、似ているようで結構意識するポイントが違いますので、このポイントを特に意識することで、さらにあなたの描くイラストのクオリティをぐぐっと高めることができると思います。今回紹介したポイント、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？はい。ということで今回は、サムスンギャラクシータブ S11 ウルトラを使って、男性キャラ、女性キャラを描くときのコツについてお伝えしてきました。そして、さっき紹介したクリップスタジオペイントのお得な割引プラン以外にもですね、例えばグッドノーツは1年間の無料版を提供していたり、ルマフュージョンは 66% オフに加えて、1ヶ月間の無料クリエイターパスが利用可能ということです。さらにノーションは、ノーション AI を備えたプラスプランが1ヶ月無料トライアルを提供しているということなので、お得な割引プランがかなり用意されているようです。またね、もう少し小さいサイズで持ち歩きたいという人は、11インチのサムスンギャラクシータブ S11 もあるということなので、使い方に合わせて手に取ってみてくださいね。サムスンギャラクシータブ S11 についてもっと知りたい、興味が湧いたという方は、動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そこからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。